では改めて最終確認といきましょう。まず大前提として必ず2人以上で行動すること、何らかの仕掛けの対応や敵との魔法石の奪い合いに備えてですね。とりわけ補充装置で魔力を注入している間は無防備になります。装置の場所は上層、中層、下層に分散して合計6機、1箇所に固執せず最寄りを都度使い分けるべきだな。空いてる装置を見つけたらすかさずそこで補充っすね。そして注入役は特定の一人に集中させないこと。マレウスが調子に乗って特別事業でしくじったあれじゃな。一人に注入を任せ続ければ魔力切れで倒れてしまう。狩りは何より人数が肝心。頭数が減るとダメージが一番でかいっすからね。まず遠距離班。台座から最も離れた区域を担当するのは5名。俺とラギーが2人で、ルシアン先輩とタリス先輩とクレールは3人で行動。俺たちは台座から遠いエリアを右回りで、先輩たちは左回りで石を回収しつつ、出くわした障害物や罠を地図に書き込んでいくでしたよね。ああ、最初は回収が難しそうな魔法石をスルーし、遺跡全体の情報を集めることを優先する。そして近距離班。中層から台座近辺の区域を担当するのは僕とリリアさんです。こちらも魔法石を回収しつつ地図を埋め、定時にあらかじめ決めておいた連絡ポイントで待機。そこで遠距離班の皆さんと合流し、石と地図の情報を受け取ります。そして3班で別々に得た情報を一つに集約したら、次の動きを組み立てていく。まずは石膏、次に三段、叱る後に攻撃。これが鉄則じゃな。次に連絡ポイント合流のタイミングですが、試合時間は90分。最初の集合は開始から30分後です。遺跡は広大かつ複雑だ。手分けしても正直回りきれるかどうかわからないな。最初の30分はまだフィールドに魔法石が潤沢にある分、敵との奪い合いになる確率が低い。焦って石を抱え込まず、情報を正確に持ち帰ることに集中しましょう。以後は20分間隔で連絡ポイントに集合。フィールドに残ってる石を漁るか、敵が運搬中のやつを横からかっさらうか、そん時の戦況に応じてどっちにするか都度決めるってことで。スマホ使えないのマジで不便っすね。地元にいた頃はそもそも持ってなくても全然平気だったはずなのに、学園入って1年そこらでもうあれなしじゃ生きていけない体になっちまったっす。それよ。わし電話線も通っとらん家でどうやって暮らしてたんじゃと思うことがある。慣れというのは恐ろしいもんじゃ。昔は自分の足で赴いて直接伝えるのが普通だったのにの。特別授業の時にも言ったが、まあ何事も肝になるのは体力っちゅうことじゃな。慎重に準備は重ねてきた。あとは慌てず騒がず遂行するのみだな。今朝うちのばあちゃんからメッセが来てて、今日は近所のガキンチョたちを引き連れて電気屋の店先で中継見るって張り切ってたんすよ。両対抗マジフト大会の時は散々だったし、今日は絶対かっこ悪いとこ見せらんねえ。その息やよし。出だしを制すれば流れはおのずと味方につくものよ。初戦で弾みをつけて後に続く者どもに勝ち筋を渡してやろうではないか。そうとも、今年こそ我らナイトレイブンカレッジが勝利する。そして必ずや優勝カップをこの手に。あの噂が本当なら魔法史に残る発見だ。ぜひ最初に手にして間近で見てみたい。MVP 取って優勝カップ受け取る気でいるわけ？ずいぶん自信がおありのようで。俺は噂を信じてるわけじゃないけど、 MVP を取ったら噂が釣りかガチかは検証してみたいよね。別に信じてないよ、純粋な知的好奇心としてさ。噂か。
やあやあ、トラコニア君、バンルージュ君、学園対抗戦の特訓で忙しい中呼びつけてしまってすみません。白々しいな、学園長。僕たちに話というのは今学園中で噂になってる件についてだろう。お前たちの耳にももう入っていたか。いかにも現在ロイヤルソードアカデミーが所持している魔法師養成学園対抗競技会の優勝カップ、その一部に茨の国の王室が所持していた魔法石プリンセスグローが使われているかもしれないという噂についてだ。それについてはわしも数日前に耳にした。だがあの魔法石が行方知れずになって早400年。その姿は写真に残すどころか肖像画にすら描かれておらぬはず。そんなものがなぜ今になって急に学園対抗戦の優勝カップに使われているなどと噂になっている。火のないところに煙は立たない。噂の出どころはどこだ。不本意ながらこの私だ。私は長年奇跡を起こすウィッシュピースの研究をしている。バンルージュの奇跡の復活以降、シルバーの指輪の来歴を調査する傍ら、その兄弟石であったというプリンセスグローの足取りを追っていた。その結果、石は400年前に剣の国へ渡り、大きなハンドルと台座のついた黄金の杯に加工されたこと。そしてそれが巡り巡ってアンブローズという名の魔法使いに託されたとの記録を見つけたのだ。アンブローズ、ロイヤルソードアカデミーの学園長の中。宝石が埋め込まれた黄金の杯、そしてアンブローズの名。私はあの学園対抗戦の優勝カップこそがプリンセスグローであるという一つの仮説に至った。しかし推論はあくまで推論だ。現状は資料の断片をつなぎ合わせた憶測の域を出ていない。歴史学において検証の不十分な情報を流布するなど言語道断。確固たる裏付けを取るまでは決して生徒たちの耳に入れるつもりなどなかったのだが、学園長に今後の調査方針を相談しているところを壁の肖像画たちに立ち聞きされてしまったらしい。なるほどな。あの口差がない壁の住人どもにかかれば噂が学園中を駆け巡るのに半日とかからぬじゃろう。まったく、まさに壁の肖像画にも耳あり、ドアのノブにも口ありだ。ええ、本当に彼らの口の軽さには困ったものですよね。トレイン先生も不確定な情報が漏れてしまったのは研究者としても教師としても非常に不本意でしょう。ですがトレイン先生、落ち込むことはありません。おかげで生徒たちの士気は最高潮なんですから。勝者が手にするとはいえ、優勝カップは学園に贈られるものだ。個人のものになるわけでもないというのに、若者の思考は理解しかねる。彼らのお目当ては MVP 選手の特権ですよ。ほら、大会で最も活躍して MVP に選ばれれば閉会式で学園代表として誰より先に優勝カップを受け取ることができるでしょ。なんと浅はかな。名門ナイトレイブンカレッジの生徒ともあろう者が嘆かわしい。まったくです。もしも優勝カップに本物のプリンセスグローが埋め込まれていたとしても、ちょっと触っただけで都合よくポーンと奇跡が起きるわけないじゃないですかね。でもまあ夢見るのは自由なので、あえて否定するようなことは言いませんとも。私優しいので。それでお前たちは僕たちに何をさせようというんだ。プリンセスグローは茨の谷の王家に伝わる宝物だった。ならばあの石は本来君が受け継ぐべきもののはずだ。マレウス・ドラコニア。
僕が？もし本当に優勝カップに使われている石がマレノア姫の遺品であるならば、ロイヤルソードアカデミーに正式に調査と返還を申し入れてみるべきではないか。必要ない。え？あの石はもともと夜の眷属の持ち物ではないからな。と言いますと？約1500年前の話だ。僕の祖母女王マレフィシアが昼の眷属たちとの戦いの末に勝ち取ったもの、それがあの魔法石プリンセスグローだった。我ら夜の眷属はその昔、茨の谷のある大陸よりずっと北の最果て、凍てついた大地からやってきたそうだ。夜の眷属がやってきた当時、大陸の多くは昼の眷属たちが住まう場所だったと聞いている。共に生きる道を模索したこともあった。しかし我々は同じ妖精でありながら、重んじる掟も生きる環境も何もかもが違いすぎたのだ。長い年月は互いの違いを埋めるどころか、深い断絶を生んでゆく。だから光と影が決して交わらぬように、昼と夜の眷属は別々の道を選んだという。以来幾度とない衝突が両者の間で繰り返されることになる。我が祖先は安住の地を持たぬ同胞たちのため、自ら先陣を切り戦ったそうだ。さよう。そしてマレノア姫が居城としていた緑ヶ原の野原城も、元は昼の眷属たちのものじゃった。歴史の中のひととき我らが手にし、根城としていたに過ぎん。それはいかなる文献にも残されていなかった事実だ。そうであろうな。我ら妖精族にとって文字による記録など長らく無用の長物だった。妖精はどいつもこいつも長生きじゃし、1500年前の出来事など歴史書を開くより当事者である親や祖父母に直接聞いた方が早いからの。そもそも我らが記憶を記録として紙に書き残すようになったのは、他の種族に影響されたここ1000年ほどの流行りに過ぎぬ。口伝にせよ書伝にせよ、語る者の主観が多分に含まれるのが伝承というやつじゃ。ましてや太古の戦いの真相を語れる者は夜の眷属にもおらんよ。そして700年前頃に我が母が生まれ、プリンセスグローをあしらった杖が祖母から母へと送られたらしい。その後、来光岬に人間たちがやってきた。そして昼の眷属たちは人間に味方したのだ。人間たちがあの石の存在や奇跡の力を知っていたのも、昼の眷属が入れ知恵したんじゃろう。なるほど。点と点がつながったぞ。魔法石の鉱山であった雷鳴山脈がもともとは昼の眷属の住処であったとすれば、夜明けの騎士からシルバーに受け継がれた指輪とマレノア姫の杖に施されたプリンセスグロー、それらの魔法石が兄弟石であることにも説明がつく。まさかどちらももともとは昼の眷属のものだったとは。いや実はそれにも諸説あるんじゃよ。一説にはプリンセスグローの原石を発掘したのは夜の眷属で、3000年前に昼の眷属がそれを奪ったとも言われておる。もう訳がわからなくなってきました。語る口が違えば正義も悪もたやすく入れ替わる。歴史とはそういうものじゃ。人間はすぐ文献をありがたがるが、よしんば文字が残っておったとて、そこに記されたものが正しい記録かどうかなど誰にもわからん。もともと誰のものであったかなどと過去を遡り続ければ、怨恨の連鎖は永遠に終わらぬ。絶対的な所有権や善悪など、風に吹かれる砂のように移ろいゆくものだからの。ああ、かつて我ら夜の眷属が勝ち取ったものを、今度は人間と昼の眷属たちが勝ち取っただけのこと。我が母マレノアも
あの石の悠久の歴史から見れば手にしていたのはほんの一瞬だ。プリンセスグローは勝者が持つべきものゆえに、返してほしいとこうのは無粋だと言わざるを得ない。ただ僕たちが学園対抗戦という戦いに勝利し勝ち取ればいいだけだ。そうだろう。ええ、そうですとも。ドラコニア君の言う通り、この対抗戦に勝利しさえすれば全てが丸く収まるというわけです。我が校の99年にも及ぶ忌まわしき連敗記録の雪辱も果たせますし、トレイン先生も手元に来た優勝カップを心ゆくまで調べ、ご自身の研究の真偽を確かめられる。それにより確たる証拠さえつかめば、茨の谷の王室から優勝カップを所有する黎明の国へ堂々と返還要求が出せます。なーに遠慮はいりませんよ。人間の歴史の記録上では正当性は君たちにあるんですから。そしてドラコニア君が対抗戦で MVP を取れば勝者が持つべきものという筋も通ります。君は王家の遺品を取り戻し、トレイン先生は歴史の真実を証明し、そして我が校は輝かしい栄誉を手にする。まさに一石三鳥、全員がハッピーになれるじゃありませんか。さあ、そうと決まれば目指すは優勝のみです。絶対優勝、ナイトレイブンカーレッジ。ただいまより第1試合レリックラビリンスを開始します。3、2、1スタート。始まった。早く行こう。急がないと遺跡の中を全部見られないよ。待てディエーレ、その前にエンジンをする約束だろ。あ、そうだった。みんな集まって、急いで急いで。エンジン？聞け、俺たちは一人じゃない。頼れる仲間がいる。ワンフォーオール、オールフォーワン。思考を止めるな、希望を捨てるな、自分を信じろ。 GO! ロイヤルソードアカデミー。鳥肌立ちすぎてチキンになっちまったかと思った。なんすかあれ、仲良く肩組んじゃってよくやるね。俺たちは仲間を大事にしてますと企業や進学先にアピールしているのでは。お前じゃあるまいし、ただチームの士気を上げているんだろう。全く理解できないが。ほれお前たち、悪態をついている暇はないぞ。持ち場へ急げ。了解。よし、行ったな。もういいぞみんな。作戦通り頼む、ディエレ。それじゃあみんなに俺の宝物を一つあげる。好きなのを選んで。栓抜き、砂時計、バターナイフ、真鍮のボタン、それから壊れたメガネ。本当に個性的なチョイスだよな、お前の宝物は。どれも素敵でしょ。こないだ拾ったこの栓抜きは特にお気に入りで。ストップ。その話はまた今度にしよう。もう試合は始まってる。悠長にチョイスしている暇はない。急いで宝物を配ってくれ、ディエレ。ディエーレが人間の道具を物珍しく思う気持ちはわからなくはないけどね。じゃあオリバーにはメガネ、ベガは懐中時計、ティムにはバターナイフ、シルビーには真鍮のボタン、ウィンターには栓抜き、ミナジールにはこの砂時計。みんな俺の宝物をしっかり握っててね。それじゃあ行くよ。波を越え風に乗ってこの世界の果てまでもパストゥーユアワールド。
すような美しい声。心が洗われるようだ。まったくだ。普段のやかましさが嘘みたいだよな。よし、これで完璧。みんな宝物なくさないでね。分かってる。後でちゃんと返すさ。それじゃあ作戦通り行くぞ。チームに分かれて冒険に出発だ。おう。